今は受験の季節で、オーディションの季節でもあります。私の教えている大学でもオーディションが毎週末あり、今日もありました。その時に気がついたことをちょっとお話ししてみたいと思います。こんにちは、米谷彩子です。現在はセントラルフロリダ州立大学で教えていますが、長い間ミストローシー・ディレイのアシスタントとしてアスペン音楽祭とジュリアード・プレカレッジで教えていました。一人の生徒が弾いてくださって、一生懸命弾いてくださってるわけなんですけども、小指が弾き終わるたんびにいちいち丸まってしまって、ですから速いパッセージが全てこの辺から来る。だから指が移動する時間がすごく長くなりますから、小指が遅れてしまうっていう傾向のあった生徒さんがいらしたんです。どの曲を弾くにしてもテクニックのその悪い癖という問題はどんなに曲が進んできてもその全部に波及してきますから、そのバイオリンのベーシックっていうのをきちっと押さえておくっていうことが大切だと思います。例えばもちろん姿勢が悪いとか、シフティングの時に必ず音が入るとかそういうこともありますけど、彼女の場合はこの小指が丸まってしまっているために、全てのパッセージが小指が入ったものは遅れてしまうという傾向になってました。小指っていうのは押さえてなくてもいいんですけれども、指板の上に待機している状態で、車が車庫に戻ってしまっているようなんでは、その分時間がかかってしまうんです。私がレッスンではそういう傾向がある生徒には、アウトタウンファイアファイターになってるっていつも言ってるんですけど、ともかくその隣の町の消防団の人に頼んでも、その火事を鎮火させるためには時間が足らないから、こんなところに小指があったらダメだっていつもこのように準備しておかなくちゃいけないっていつも言ってます。昔ですけど、バイオリンのことについてイザーク・パロマンがおっしゃってたことで、彼はその後期のストラディバリウスについて、メニューインが弾いてたストラディについて言ってるんですけど、あのストラディは肩のシェイプがものすごく美しいから、だからいい音がするっておっしゃったんですね。で、私はなんでシェイプがいいといい音がするのかなと思って、肩に関係あるのかなと思って聞いてたんですけど、一概に全てにおいてこの形が美しいものっていうのが音もきれいにするってことはあると思います。どういうことかっていうと、バイオリンの弾き方っていうのも同じで、綺麗な丸みを持ったなだらかな手の形で、バイオリンの弾き方っていうのはこのパターンによって弾いてますから、指がバタバタとしてるとか、例えばあっちこっち向いてるっていうのは状態はあまりよくありません。昔よくスミス三郎先生がこの指のバタバタするっていうことで、よくミッキーマウスのようにしちゃいけないっておっしゃったんです。ほんで私は小さいながらもミッキーマウスってなんだろうなんだって思ってたんですけど、先生が何回もおっしゃるんで、ミッキーマウスってお客さんにグリーティングする時にこういうことをなさいますよね。こういう。だから多分先生はそういうことをおっしゃって、指がバタバタ上がってることをミッキーマウスにならないようにっておっしゃってたんです。ともかく左の指がきちっと並んでる、整ってるってことは、音にも波及してきますから、とっても大切なことですので、初期の段階からそこに気をつけて練習をしてください。私が5歳の時にその近所の先生は斉藤秀夫先生のお弟子さんだったんですけども、その近所の先生に連れられて斉藤秀夫先生に伺ったっていう話は前したと思うんですけど、そしたら斉藤先生はこの子はまだこんなにちっちゃくて自分はチェロの先生だから角三郎先生に指示するようにって言われて、私は角三郎先生に指示したんですけれども、それから6、7年経って中学生ぐらいだったと思います。斉藤先生がお亡くなりになる前ぐらいですけども、もう一回伺ったんですよね。そしたら先生が私の手を見て、この子は手がきれいに並ぶように教わってるっておっしゃったのだけをよく覚えてるんです。他のことは何にも覚えてないんですけど、面白いことをおっしゃるなと思って、それで私はよくそのことを覚えてるんです。練習っていうのはもちろん譜を読むとか曲を学ぶとかそういうのもありますけども、ある程度してくると自分が思ったこと、自分がイメージしたことを指が言うことを聞いてくれなくちゃいけないですから、その練習をこれとこれを頭と指をつなげるっていうことが練習の大部分だと思います。だから小指がこっち向いて人差し指がこっち向いてってこういう風に並んでしまうとか、こんな感じにいちいち戻ってくるっていうのは
それだけで時間のロスになりますから、そこをきちっと抑えてください。そんなことを思い出しながら、今日のオーディションは聞いていました。オーディションっていうのは本当に厄介なものだと思います。ですから、オーディションの前には人前で弾く練習っていうのをしていただきたいと思います。その自分の普通の練習じゃなくて、人前で弾く練習です。こっちでパフォーマンスプラクティスって言うんですけど、ともかく友達でも自分の家族でも誰でも捕まえて、なるべく人の前で練習、人の前で演奏するっていう練習をしていただくと、少しは役に立つと思います。演奏会の方がオーディションに比べてはずっとやりやすいと思います。オーディションは短いですし、その間に集中しなくちゃいけないですし、演奏会だと初めちょっとへくっても後で取り返せるとかそういうこともありますし、自分で音楽的に乗れるとかそういうこともありますけど、オーディションっていうのはまた特別なものだと思います。だからなるべくそれと自分がその状況になるのの、例えば教授たちが何人か並んでるところをそこに自分が入ってくる想像をして、それでこの時間に例えば5分とか15分とかその間に自分でやる想像をして、そういう練習をしてみてもいいかもしれませんね。それからこっちで日本語で上がるっていうことを、こっちでノーバスになるって言うんですけど、ともかくノーバスっていう言葉自体を頭から取り除いて、例えばここをミスしたらどうしようとか、ここ失敗したらどうしようとか、そういうネガティブなことを絶対に考えないようにしてください。先日素晴らしい日本中が感動した陸龍さんの記事を読んでたんですけど、そしたらその前の日に失敗して木下さんっていう方がすごい泣いてらっしゃるのを、その三浦さんが「いや自分たちはやってきたことがあるんだから絶対にできるんだよ絶対にできるんだよ」っていうそのメッセージを書いて、そのスーツケースに置いておいたっていう話が載ってたので素晴らしいなと思ったんですけど、それで立ち直れることができたっておっしゃってたっていうのを読んで、やっぱりその気持ちの持ちようっていうのはすごく重要だと思います。だから全てにおいてこうなったらどうしようじゃなくて、例えば自分が私は上がる体質だからとか、そういうことを絶対にもう言葉だけでも考えないように、ともかく自分はこれだけやってきたんだから、ここまで何時間か毎日練習してきたんだから、よくできると思って、その気分でオーディションに臨んでください。今日のオーディションの後こんなことを思いましたので、忘れないうちにと思ってビデオに撮りました。今日は短いですけれど、この辺でまた次にお目にかかりましょう。